にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は、ミルムさんでのオンライン講座の紹介になります。よかったら、今回作品の紹介などをさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。ミルムさんでのオンライン講座、とってもね、久しぶりになったんですけれども、今回はですね、春ということもあって、こちらのキャス・キットソンの生地を使ったショルダーバッグや布小物を紹介させていただくことになりました。一つの講座の中で3つのアイテムを作っていくような形になります。もともとこちらのショルダーバッグのみの、予定だったんですけれども、実際に使っていくとですね、生地が余ってしまいましたので、その余った生地の有効活用として、こちらのちょっとマチの広めな巾着ポーチと、あとは、こちら置いてありますけれども、こんな感じでオンライン講座もこういうふうにスマホでご覧になられる方多いと思うので、スマホスタンドというものも作ってみました。これもね、余り布で作っておりますので、ちょっと独特な形にはなってるんですけれども、実際にですね、こういうふうに置いてミシンの前とかでこんな感じで置いて使うこともできるし、これクッションになってますのでピンクッションとしても使うことができるんですよね。なんかそういう風な使うところをですね、想像しながら作る楽しみが味わえると思いますので、今回のオンライン講座ぜひチェックしていただけたらいいなっていう風に思います。それではこのバッグの仕様から少し紹介させていただきます。今回使用する生地がオックスの生地になって結構厚みがあります。そして今回初心者様向けにしましたので、なんとですね、内布のないタイプに仕上げてみました。こちらは以前コットンフレンドに掲載させていただいたショルダーバッグを少しサイズを変更したものになります。そしてここにですね、合わせたストライプの生地で吊り下げのポケットもつけてみました。一枚布なんですけれども、内側はこんな風に縫い代が綺麗に閉じられている袋閉じという方法を紹介しています。そして底のマチはキャラメル底になっています。一枚布でも綺麗に仕立てる方法を紹介しています。そして見返しで仕上げて、最後ね、この入れ口のところはスナップボタンを使うようにしてみました。でこれはですね、クロバーさんの新商品になるんですけれども、閉じた時のこの厚みがすごく薄いんですよね。しかも、ちょっと取れちゃうかなって心配な場合は、ここ縫い付けることができるんですね。これもすごくいいなと思って今回採用させていただきました。しかもこれですね、色展開も結構あって、ちょっとチャコールのかっこいい色で合わせてみたところです。そして今回キットの中にですね、新しいオリジナルタグも加えております。こちらがお揃いの巾着ポーチになってます。ちょっとピンクに合わせて白い紐にしました。普段は私はですね、ブラウンを使うことが多いんですけれども、やっぱ白とかで決めるとちょっとおしゃれな感じになりますよね。で、そこはこんな風になって、ここで真ん中で切り替えになってます。こういう底のね、ずれやすいところとかもポイント紹介をさせていただいております。そしてここにもタグがセットになっております。こちらはですね、以前動画の方でも紹介させていただいたことがあるんですけれども、このマチの大きいタイプの巾着で作り方を変えて紹介させていただいております。なので内側も外側も同じ生地になってます。余り布で作った割にはしっかりとしたね、形になりましたので、ぜひ楽しみにしていてください。そして最後は、スマホスタンドになります。これも特にね、レシピを考えずに余り布で仕上げました。このストライプの生地を横に使うとボーダーになるんですよね。なので縫うところとかもなんかあえて書いたりしなくてもこの線の上を縫えば大丈夫みたいな感じにしました。それから、得意なね、この揺らぎステッチ。この刺繍みたいな感じに入れて、ちょっとデザインの一部に加えてみました。今回は手縫いゼロにしたので、仕立てやすいかなと思います。あとこのタブはですね、ちょっとつけてみたんですけど、レッスンの中ではこんな感じで見えないようになってます。なのでお好みでつけられるといいかと思います。クッションになってますので、こうやって立てかけて、このね、レッスンの動画を見ながら、
こんな感じでペンクッションとして使うこともできますので、一石二鳥な感じですよね。普段使いでもすごく便利なので、スマホスタンドぜひ作ってみていただきたいなと思います。そして講座の中で使用するのは家庭用ミシンになります。お手持ちの家庭用ミシンで作れるアイテムを紹介させていただきますので、初心者様でも安心して取り組んでいただくことができます。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。YouTube の動画の中でも何度となく紹介させていただいたミシンです。それでは早速キットを開けてみようと思います。先ほどね、開封したばかりなんですけれども、こんな感じで全ての材料がまとまってキットになって届きます。ミシンの糸とか、あとさっき紹介したこの紐とかもですね、タブとかも全て使う材料がセットになってますので、こういう風に一つ一つご自身で揃えなくっても一度にまとめて届くので非常に便利かなと思います。私が用意するキットはですね、裁断済みのことが多いんですけれども、こちらのキットはご自身で裁断していただくような感じになります。でもその分ですね、余り布を有効に活用できたりとかもするので、こうちょっと広げて裁断から楽しむというところも、このキットのメリットかなというふうにも思います。そしてですね、この下に綿もしっかり入ってますよ。このスマホスタンドなんですけど、綿をね、どのぐらい入れればいいのかっていうのも、私も今回講座の中でグラムを測りながら調整してみました。意外とね、パツパツにするよりは、こうちょっとふんわりした感じがいいんですよね。その加減がね、少し難しかったんですけれども、講座の中でしっかりグラムを測りながらやりましたので、こちらの綿は全て使い切れるような感じになっているかと思います。こちらが今回のキット内容となっております。全て要弱通りに揃ってますので、このキットさえあれば同じものができますよというような感じになってますので、ぜひ今回ですね、キットの方お求めいただいて作っていただけると嬉しいなと思います。もちろんお手持ちの生地で作ることもできるんですけれども、ちょっとね、この生地の幅が通常の生地よりも大きくなってますので、少しレシピが変更になるかと思うんですけれども、素材をですね、オックスの生地とか、あと綿麻キャンバスとか、少し厚地のものを選んでいただいて作っていただくと、結構この講座の理想通りに作ることができるかと思いますので、ぜひご受講ご検討中の方は、参考にしてください。そしてこちらがミルームさんの公式サイトになるんですけれども、今回例えば私の講座を受講された場合でも、たくさんの講座の方をご覧いただくことができます。そしてこの初めての方へというところをクリックしてみてください。で、こちらの利用料金に関する内容なんですけれども、下の方までスクロールしていくと、こちらに記載がございます。1ヶ月のみの受講の場合は3278円。そして6ヶ月になりますと1ヶ月あたり2480円となっております。で、月額会費とは別に入会金が初回のみかかってくるようです。そして事務手数料3300円とあるんですけれども、こちらの方も初回のみとなるんですが、例えば今回初めてお申し込みで、私の概要欄のリンク先からお申し込みいただくとですね、こちら事務手数料の3300円が無料となっておりますので、ぜひこの機会にご検討いただけたらと思います。結構ね、ギリギリな中での撮影になりましたので、告知期間も非常に短く、で、私の予定に合わせてミルームさんが調整していただいたような感じなので、ちょっとバタバタになってしまったんですけれども、ぜひ今回の動画を参考に、それから講座の方の開講もですね、27日になりますので、あと1週間後ぐらいですかね、なりますので、ぜひご検討いただけると嬉しいです。詳しくはですね、概要欄の方に記載がございますので、そちらの方もご検討中の方はご覧ください。また今回はですね、ちょっと4月、5月、6月と、防具学園のオンライン講座の方もお休みさせていただきます。その代わりにこちらのミルームさんの講座を開講させていただくことになりましたので、間を空けてしまうとちょっとハンドメイドストップしちゃうなっていう方は、ぜひ今回ミルームさんの講座の方もご検討いただけると嬉しいです。しかも今回の講座のみならずですね、過去に紹介してきた講座の方も全てご覧いただけるようになりますので、ぜひこの機会にご検討ください。春の陽気で結構ね、ハンドメイド熱上がってくるかと思います。ぜひこちらの生地で作
作っていただけると嬉しいなと思います。キャスキットソンは作ってる間もテンションが上がるし、作る時と使う時も想像しながら作れますので、ぜひおすすめな講座になっています。それでは短い動画になりましたけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。